関野義治です。グレージャーニをもう一度第21回目です。思えば50年前のちょうど今頃、日本を旅立って、南米に向かいました。もはや50年経つんですね。今回は、グレージャーニの映像後半を見ていただいた後に服部武将さんと対談をします。町原画編は今週と来週分で終わりになります。ではお楽しみください。矢尻が哺乳類の場合は竹なんですよ。魚と鳥はヤシでギザギザつけて返しがついて入ったら抜けないような。一応誰が上手だかとかそういうのもあるんですね。ありますね。ただやっぱり、文章さんも分かってるかもしれないけど、射的能力じゃなくていかに動物に近いかなので。でもやっぱり強さが全然違うんですよ。同じ30メートルっていうのは彼はピシッて言うんですよ。俺はシュツってこう。なるほど。すげえ筋肉質だもんね。すごいんですよ。でこう弓矢作ってですね。矢羽が綺麗なんですよ。こう綺麗につけて。挟んでるんですか？挟んで糸で。これは哺乳類のやつ。これうまそうですよね。肉も結構あるしね。うわ、いいの作ってきたな。ちょっと水の中にする腹二つ。イノシシの仲間ですか？全然違う。バックのバックはむしろ足はで彼ら櫓を組むんですよ。で大体80センチとかの高さのところで下から弱火で20時間いぶすと、燻製。これだいぶ持つようになります？1週間ですね。1週間か。というのは腐らないでその前にウジがついちゃう。ああ、熱帯だからね。そうなんですよ。だから全部もう1週間ぐらいで食べ尽くさなきゃいけない。食べるのが忙しい。面白いのは煮るっていうのが女の仕事で、焼くは男の仕事なんです。で解体も男の仕事。で嗜好品としてはコカの葉があるんですけど、もう一つタバコがあるんです。精理ってタバコを粉にする。それで宝冠調の骨で作る。中風なんで粉を入れて吹き込む。直接。でだから幻覚作用ないんですよ。鼻の刺激が強いです。刺激だからニコチンタールを鼻の中から入れてるんですよね。ってことは一応覚醒はするわけじゃないですか。覚醒っていうか覚醒じゃないですよね。うわー、なんかスキッとする集中で一応増すというか。うわって感じ。結構強いもんね。でなおかつその後鼻汁がどんどん緑色の鼻の本当は粘膜からニコチンとかあるから吸収するんだろうけど、少しじゃ効かない。タバコと同じ。
全部間違いがね、冗談好きかって言ったけど好きだし、こう笑い飛ばすんですよ、何でも。なんか悲しいことあっても笑い飛ばしちゃうからね、そこがいいところだね。何が楽しいんだって。あ、これ酒造りなんです。口上酒。まあ芋を煮て、それで女の人が缶でたっぷりと唾液と混ぜて吐くですね。それがまあ容器に入れとくと2日で酒ができます。これ昔はねカヌーでやってたんだけど、今アルミ鍋ですね。どんどん生活が変わって発酵してるんですけど。で酒ができるまで魚を取ろうっつって毒で取るんですよ。コーギっていうバルバスコって言うんですがね、こう根っこに毒が入っていて、毒流しするわけですね。毒っつってもしびれるだけなんですよ。日本だったら山椒。皮をね、突き取るんですよ。水が足りないと毒をまいて流れちゃう。そして水をつけなくして面白いのはこういう仕事してるやつがいるけどポケッと見てるやつなんでむしろ全然火なんですよ。それをそういう言うやついないんですよ。お前やれるみたいな言わないです言わないです。やりたいやつがやれる。でも後で魚食うのはみんな多分他のとこで活躍するのかもしれないけども、あんまり言わないですね。ただやってるやつの集中力すごいですね。だから長続きしないんですね。袋も樹脂繊維で作った袋なんですけど、編んで作った袋なんで、あん中に入れて叩いて毒を染み出したやつ入れて巻くんですよ。そのうち浮かんでるんです。白い。これ歌歌ってんですか？いや、歌じゃ呪文ですから。ああ、だから取れろ取れろみたいな。この毒をみんななんとか考えてんですか？いや、あとね説明があります。なんか複雑なさ、神に祈ってるとか、そうだと思ったらそうじゃなかったんですよね。あ、ロテノイドってとか神経毒、エラーをましたですね。だからとどめは有名なさす。網ないんですね。いや、あるんですよ。あるんですか？やっぱり樹脂繊維で作った。あるんだけど、まあこれでいいじゃねえか。まあ確かに。これで取れるやついる。こいつダメなんだね。なかなか引き上げられない。何やってんだよって。しっかり早くやれよ。いや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 。相手も必死ですから。お上手。小イカですね。いや、こんなもんです。やっぱり狩猟してるとやっぱり時間の考え方とか全然違ってくるし、農民だと半年先1年先のことを見てプラスある収穫待たなきゃいけない、結果が今日すぐ出ないっていう、そういうんじゃなくて、最初狩猟民の場合はもう一日でこうやったっていう感じがね、なんかこう味わっていきたい、そう今を味わいたいっていうかね、狩猟民の場合すごく感じるんだよね。これ取りすぎとかそういうのはないんですか？ないですね。結構今取ってましたよね。取ってもこの狩猟の一部じゃないですか。
もっと上流行けばいい。そこは考えてるんじゃないかな。考えてるんですかね。まあ自然にそういうリズムがあると思うんですよ。味は甘みのない、飲むヨーグルトみたいでドロッとしてて、アルコール度はビールより薄いぐらいです。それでも大量に飲むと酔ってくるし、食事もしないで酒がなくなるまで飲んで、それを歌って踊り続けるんです。で酒もやっぱり原料の芋が余った時にやる。だからめったにやるんじゃないですか。日本の昔と同じですよ。毎日晩酌するなんて新しいことなんで、結構歌うし、太鼓もあるし。悪酔いしてないやつがいないですか？してますよね。もう徹夜で飲んで、朝明け方千葉市ってますからね。普段昇進なんですよ、気が小さいんで、飲むとね、こう気が大きくなって喧嘩も起こるし。これグレーゼーンの途中なんですけど、2週間しかいなかったんですけど、まあ一応診察をしようと。医療分かってるんですか？あ、分かってます。いや、ありがとう。おとなしく聞いて。はい、どうぞ。ほとんど感染症と寄生虫含めた感染症ですね。感染症って風邪、怪我から。怪我は少ないですよ。下痢、風邪。内科系の感染症ってことです。いや、貧血もちろん傷があったら可能性だけじゃなくて虫が治っちゃうからね。あ、そうですか。鼻から海中が出てきた。はい、じゃあ第2部。彼は火起こし棒があるけど、めったに使わないんですよ。で、なぜかっていうと、火を絶やさない。火を起こすことよりも火を絶やさない方が楽ってことですよね。だから村にいる限り火を起こしてるの見たことないから、俺がやってって言えばやるけど。その火の管理は誰がやってるんですか？みんな一人一つ炉を持ってるんで。自分家にあるんですね。自分家じゃなくて子供も10歳ぐらいの1個、1人1個。だって夜中寒いんだもん。あ、そうなんですか。夜中寒いんですか。まあ昼間も30度になるけど、夜中15度でやっぱり昼間暑い分裸じゃ肌寒いので、そうするとから眠りが浅いんですよ。睡眠横になってる時間長いじゃん。浅くても大丈夫なんで、だからこう寒くなったらフッてまた起こしてわってまた暖取ってまた。だからなぜ一人ずつ持ってるかって自分の火鉢。火鉢。
その火鉢やっぱ管理するのじゃ大変じゃないですか？大変じゃないですよ。3本の太い木をこう放射線状に組んで、真ん中で燃やしていけばいいんで、どんどん、少しずつ詰めていくね。いけばね。それで朝明け方まで残ってますよね。夫婦やってれば必ず行きますから。いやでも薪を持ってこなきゃいけないし、だからゴロンってやっていけばやっぱり3、4日持ちますから、詰めていけば。こんぐらいですよね。足とか手ぐらいですよね。そう、このぐらいでいいんで。でまあ横に並べてるやつもいるしね、まあいろんな並べ方でやってるけども、火起こしを使うとしたら旅に出た時ですよ。だってないもんね、マッチないから。まあそうですね。でその時起こすんだけども、水源地帯、さっきの町源があるとこ、だから増水するとね5メートルぐらいわっと上がっちゃったりするんだよね。その時は丘の上とか行くんですか？いやもう森の中の高いところに行くんだけど、でもひたひたと来るんだよね。その時まずやっぱりマタギもそうだけど、まず火なんだよね。火をこう起こして、条件悪くても起きるんですか？そういう増水が来るような雨とか。いやまだ押し寄せてくる前だったら、時間かかるからまず火を。なるほど。それで押し寄せてきた時に彼ら荷物とか食料とかをこう何かしようっていうんじゃなくて、火だから、火を守る。木の股のところにこう置いて。なるほど。炭火をあれですね。だからやっぱり太陽とか月もそうだけど、アイヌもそうだけど、火の神様が一番大切とか、やっぱり火を使い始めてからやっぱり歴史変わってるわけで、結構。なるほど。まあ動物から身を守る、猛獣から守るっていうのもあるけども、もう一つやっぱり食事の範囲が広がるじゃない。今食べられなかったものが食べられるとかね、煮ることによって。猛獣いるんですか？襲ってくる。ジャガー襲ってくるんですか？ジャガーは町原画でもヤノマミでも年に1人か数年に1人ですね、ジャガー。ヘビもそのぐらいですね。だからやっぱり圧倒的には感染症ですからね。死因の原因統計があるけど。ヘビって毒ヘビに噛まれるってことですか？ほとんど毒ヘビですね。噛まれて踏んじゃったと。そうなんですよね。事故ですよ。だからほとんど手足ですね。アナコンダに食われるってことはないですよね。アナコンダはね、彼らとろいからね。普段宮城君食ってますしね。そう。ここに写真あるけどさ。アナコンダはワニを襲ってるわけね。どっちが勝つんですか？完全にもうワニのサイズにもよるか。これは小さいですもんね。小さいけども、まあこうギュウギュウ締めてるんだけど、で締めるためにさ、ワニの鼻が血がピッとでこれ俺飲み込むとこ写真撮りたかったり、あとこれちょっと向き変えたりしても何にも文句言わないからね。獲物がいるわけで。ほんでこうもっと小さいエビが改良飲み込もうとしてるとこあるんだけど、一切関心ないからね、こうやろうが何しよう引っ張りであると思うので、要するにもうそこにも集中しちゃって、もうあるいはもう動けないんだよね。確かにそれはあるかもしれないです。でこれ飲み込むとこ撮りたくてさ、まあこう時間経つからちょっと、1時間ぐらい他の写真撮ってよって言って帰ったらいなかったんだけどさ、見てんだよね。で俺がいなくなったら引きずろうとして小川にこう潜って、これは襲いにくいんだけど、オリノコカイマンって5メートルぐらいあってすごい獰猛なの。これ人間は食わないですか？食いますよ。でジャガーはね100メートル以上離れてれば、じーっと見てればこっち来ることないんだけど、やっぱり出会い頭で雲と海でね、出会い頭で来たらね向こうもね。まあ彼らのメニューに入ってないんですか？人間っていうのは。入ってないでしょ。入ってないんだ。食べる必要ないの。他に獲物がたくさんいるので。そうっすね。だって手強いじゃん、人間。手強い、可能性が高いから。で火が終わりました。火が終わる次。うんことゴミの問題なんです。うんことゴミ重要です。うんことゴミは、まあでゴミはほとんど出ないんじゃないですかね。出るの。出るんですか？どういうゴミですか？ゴミはバナナの皮、芋の皮。それはやっぱゴミっていう。いやゴミでしょ。ゴミだけど、要するに彼らの中に、いわゆる我々が邪魔者として扱うゴミはない。その代わり使い古しのカゴとか引き物とかベッド作って壊れちゃってとか、まあ灰とか、まあいっぱいあるわけです。骨皮でそれ彼らきれい好きなんで、
ちゃんとほヤシの葉っぱで作ったほうきでう巻いて、もうすぐ森だからね、5メートル離れて家から、そこにポイって捨てる。捨てる。で捨てる場所は決まってるんですか？大体決まってる。大体決まってる。でそこは普段何もなくなってる。要するに他の動物が持ってっちゃう。そんな近くまで来るんですか？そういうその連中、他の連中。夜夜はイノシシとか、イノシシっていうかオポサムとか、その動物系が来て食べちゃう。いや猿も来るだろうし、骨とか皮だったらイタチ系もいるでしょうしね。昆虫がいっぱいいるんで、ああ、そっかそっか。分解者がいっぱいいっぱいあるので、細菌含めてね。で全部土に戻る。でそういうことを考えていくと、でうんこは全部飲むでしょ。飲むさ。もちろん。いやもうそうですけど、まあトイレあるわけないし。トイレない。それは森の中に入って。もちろん。あんまり近くでやると。で穴も何も掘らずにスッてその辺でしちゃうってことですか？俺見てね。見てない。見てないんだけど、うんこ見たことない。で俺のうんこを後で探しに行くとない。だからそれは一つはその犬。それでそいつらがついてくるからね。刺してじっと待ってるからね。で待ちきれずに舐めに来る。出ながらね。そういう意味では俺たち違うじゃん。ゴミもみんなさゴミも焼いちゃうわけじゃん、最終的に。うんこも。で全然循環の輪の中にいない自然の。で彼らは完全にも自然の一員の循環の輪の中に。そうですね。分解者に提供してるわけですね、うんこ。分解者に提供して、でそれをまた。そうだからでそれがまた土になって。木のなんか養分になってみたいな。木の養分になってそれを草食獣を食べて肉食獣を食べて、で彼らの家行って自然の一部だって気が付くのはそれ。もう一つ上見たら素材の分かれるもの、ここは結構あるけど木が。でマチゲンガの場合は逆に素材の分からないものがない。石油製品系がね。はない。彼は生物資源しか使ってないので。だから全部自然から取ってきて自分で作っちゃうっていう、最初言った暮らしをしてるので、だから完全に自然の循環の輪の中に入っちゃってる。でそれに対して俺たちは山に入ってる場合は別として、都会にいたらね、逆にオフィスなんかだとね完全に素材の分かるものがないの。あと縄文を作ってる時によく今言ったけど、学生たちに自分で自然から取ってきてそれ作ったものあるかって言って全部ないんで。ないですよ。でも昔の日本の家はほとんどもう逆に道路がなかったから地元でその辺に生えてる木を取ってそれを製材してみたいなで土壁塗ってっていう。あと石油製品が江戸時代もないし、石油製品だから産業革命からかな。そうですね。俺がなんかやっぱ道ができて車が入ってくるようになると自然素材だけどレンガだとか石灰だとかセメントだとかそういうのが入ってきますよね。それが道がないともう自分のその辺の運べる範囲のものでやるっきゃないみたいな。俺のその漁師小屋もうんこは山返し、生ゴミも山返し。山返しっていうのは？いや山に穴掘ってで同じところにうんこするんですけど半年4ヶ月に1回ぐらい1年で3回ぐらい穴を変えるっていう感じですね。で埋めちゃって隣に掘ってみたいな感じでやってるのと、生ゴミは同じように声だめというか堆肥置き場に捨てて、でもそれでもやっぱりなんか納豆の容器とか牛乳パックとかゴミはいろいろありますけどね。それはもう五右衛門風呂と一緒に燃やしちゃいますけど。時間ですよやっぱり。時間か。いやそれ時間とは何かっていうことになりますよ本当に。哲学ですね。時間とは存在するのかっていう。そう存在で面白い。死があるし。その前に存在存在要するに挨拶が存在だっつったじゃん。お前存在する。存在してますか。で面白い全く同じことがシベリアで出会った。で俺シベリア旅したのソ連崩壊からもう10年経ってない時だったんで、もう
こうロシア政府はあんまりシベリアまで面倒見きれなくて、みんな給料カット、医者にしても技術者にしても学校の先生、公務員、公務員、いやみんな公務員だったから、あ、そっかそっか、給料が来なくなっちゃった。でそうするとさ、村が成り立たなくなるって、金がないから村の運営する。でそうするとまずなくなるのは役場なんだよね。で役場なくなると学校もなくなるわけ、資金がないから。そうすると一番困るのは子供たちなわけ。でやっぱり教育熱心だから、で教育は奥させたいっていうんで、母親が一緒に同行して親戚のうちとか、もう親戚になって誰かに泊まりながら教育を受けさせようとするわけ。寺子屋みたいな。いや学校だ。町に学校あるから。でそういう配送になったらちっちゃな100人ぐらいになるから。でそうすると男たちばっかりなんだよ。そうするとさ、みんな男たちが盗むとこ出てくるわけ。子供と奥さんはその学校の近くに行っちゃったってことですね。そうそう、近くにあるところ、学校のある村にめったに帰ってこないわけね。で男ばっかりでさ、自分たちで自炊して、でもちゃんと食ってんだよね。いや俺たちは失業して職がないって言ってんだけど、仕事してるわけ、狩りしたり魚取ったり。なるほど。で鉄砲の弾だけは食うんだよ、余ってんだよ。そういう時代。なるほど。で釣り道具来るんだよ。そういうのは来るんだよね。だから自分でやれ、いいじゃないですか感じなんだけど、でも食に困ってることはないけど、やっぱりね、彼らは何個か生きがいがないんだよ。子供たちもいなくなっちゃってるし、仕送りしてるわけでもないんだよ。だから俺たちは何のために生きてるのかっていうので、そういう質問したっけ、どういう気持ちで生きてるんですかって聞いたら、なんかすごいこと言われて、俺たちは生きてないっていう。でそれが町原画と同じ言い方なのに全く対極なの。違う意味が捉えちゃってて、捉えられていて、俺たちは存在してるだけだっていう言い方したで、同じことを言ってるんだけど、こっちは前向きなわけね。いやそれでいいんだよ、生きてるだけで。こっちは生きてる、存在してるだけっていうのはもう生きてるのと違う。もう夢もないし、その夢が死んでないってことですね。いや目標とか夢がある世界で、あるべき世界でそれがなくなってる人たちだから。なるほど。だから逆に夢とか目標がないと生きてないってことなんですね。そうそう、彼らと。で存在してるだけ。存在してるだけだ。全く同じこと言いながら。なるほど。存在のことをね。だから日本でもう目標がなくなった、夢もなくなったっていうと、やっぱりかわいそうにって言われるよね。俺のだからその年を取ってきて落ちていってるっていうのはその世界ですよ。目標もそう子供もだいぶほぼ自立したし、あれ存在してるだけですよ。いかがでしたか。町原画編は、来週で最後になります。お楽しみください。なおチャンネル登録およびいいねを押してもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。